ここは騎士団のナドクライにおける集合場所、そして北の大陸情報網の人との待ち合わせ場所だ。情報の闇市だ。各勢力が情報を売り買いする際の最もいい選択肢さ。本拠地はナドクライだが、どの国にも協力者が散らばってる。異国の遠征軍が現地の情報を手に入れるには彼らと組むのが一番手っ取り早い。ここはさて本題に戻ろう。ナドクライのお仲間たちは俺のことを知ってるが、お前たちと会うのは初めてだからな。改めて、俺はファルカ、セピロス騎士団の北風騎士、そして大団長だ。名前はずっと聞いてたぞ。やっと本人に会えたぜ。確かに若く見えるな。大団長の風格もちゃんとあるけど。若いってのは言い過ぎだ。老けて見えないってだけさ。不眠不休でアームス・バルトニル湖から戻ったっつうのに、復活直後のあいつと戦う羽目になるなんてな。まだあちこち体が痛む。もう彼と一戦交えたのですか？ああ。前に戦った時は今ほど強くなかったがな。当時、団員たちと一緒に待ち伏せしてサプライズを届けてやろうとしたんだ。団員たちは怪我をし、俺もやられるところだった。だがこの機会を逃したら次はないかもしれなかったんでな。こっちも命を張っててもらった。ま、結局あとちょっとのところで逃げられちまったが、その後もあいつの後を追い続けたが、足取りすらつかめてない。あの警戒心はスパイ並みだな。だからお前たちと落ち合おうと思ったんだ。そしたらちょうどワイルドハントに襲われてる時だ。つまり彼がここ数日空爆を吸収し続けていたのもあなたを恐れてのことだったのでしょう。俺が関係してる可能性はあるが、そうじゃなくてもあいつは力を求めてただろう。明らかに何か目的があって行動してる。情報を更新。ファルカおじさんの戦闘能力に対する。今度は俺が質問する番だ。ナドクライで何があった？なんでワイルドハントが急に人型になって復活し。アイノが説明するよ。ファルカおじさん、実はね。そんなことがあったのか。お前たちもご苦労だったな。まさか蒼月の子が信仰するクータルがファデュイの執行官だったとは。それに加えてナドクライのワイルドハントは五大罪人の月。情報が多すぎる。消化する時間をくれ。ファルカさん、申し訳ない。かつてそなたは共にワイルドハントを退け、さらなる危機の拡大を共に防いでくれた。だがそなたが離れている間にこのような事態となり。そう謝るな、英月氏の嬢ちゃん。何事も完璧に進むなんてことはない。人生にアクシデントはつきもんだろ。明日何が起きるかなんて誰にも分かりゃしないもんさ。俺は現状に対してそこまで驚いちゃいないぜ。これまで何度もワイルドハントを処理してきたのに根絶できてない。だが今新たな希望がやってきた。運命もこれまでとは違う方向に進むだろう。希望？オイラたちのことか？他に誰がいる？あいつの復活ももしかするといいことなのかもしれないな。終わりの見えないワイルドハントよりも執念で動く月の狩人の方が隙を見せてくれる可能性は高い。あとアイノの説明にフリンズが補足を入れてくれてたが、いくつか興味深いものがあった。謎の助っ人のことですか？ああ、お前の言うことが確かなら、そいつはお前たちを重要な資料まで導き、ヒーシ島のために強力なレーザー砲を防いだって、どう考えても普通の人間にはできない芸当だ。コロンビーナもそれについて何も知らん。資料のことは私も初めて聞いた。本の名前をもう一度教えてくれる？ワイルドハント現象の記録、ナドクライのライトキーパー業務日誌、空爆観測記録表などですね。やっぱり記憶にない。となると、
この線で攻めるのは無理そうだな。その謎の助っ人が今まで通り俺たちが困った時に助けてくれることを祈るしか。もちろん今はそいつが現れないという前提でこれするか考えるべきだ。お前たちの情報で俺の中にあったもう一つの謎も解けた。以前アームス・バルトニル湖に部下を連れて行ったのもそこにワイルドハントの根源があるって聞いたからなんだが、調査の結果ただのおとりだったことが分かった。誰が仕組んだかは不明だがそいつの目的は果たせたと言える。俺の注意をそちらに向け月の狩人はその間に復活を遂げた。お前たちの情報によるとあいつは復活前から陽動が得意だったそうだな。だがあいつ一人でこうも緻密な策を立てられる。月の少女、月の狩人などくらい、これらが揃うのはおそらく単なる偶然じゃないだろう。じゃあ、あたいたちはどうすればいいんだ？目下やりたいことが3つある。順に話そう。まずは月の狩人を制圧する方法を見つけること。真っ向勝負で勝てないなら何をしても無意味だから。知る限りナドくらいの主要戦力はここに集まってる。だが俺たちの力を全部合わせても今の月の狩人とやり合うのは厳しいだろう。私たちも新しい力を手に入れられるとしたら。お？どういうことだ？コロンビーナ、何か方法があるのか？空の上には月が3つあった。一番大きい豪月、一番明るい蒼月、そして一番神秘的な光月。かつて月神の御柱は世界の理りに影響を及ぼすほどの。そして今私は蒼月の力を司ってる。それに豪月の月髄は旅人の体内にある。それはつまりまだ手に入れていないのは。そう。もし豪月の月髄を見つけられたら私はもっと早く力を回復。伝説にある潮の満ち引きを司り万物を3つの月には我々の知らぬ秘密が隠されておるのかもしれぬな。実行可能か分析します。問題はありません。ですが重要な問題を提起させてください。方法はある。でもファデュイの実験設計局に行かないといけない。実験設計局？まさか傀儡に会いに行くのか？うん。3ドル必要がある。ここから実験設計局までは距離があるので途中で見つかるリスクが高い。一人で行くのは危険でしょう。じゃあこれで決まりだな。2つ目は月の狩人の目的を調べたい。お前たちが見た通りワイルドハントだった頃のあいつは復活のために動いてた。で復活を遂げると潜伏した後に迷いなくこのジョーちゃんに襲いかかった。人の弱点ってのは大抵その執念の中に隠されてる。名前が月の狩人であれほど月を憎んでるとなるとそこには何らかの理由があるはずだ。ナドくらいを数百年も悩ませてきたワイルドハントを断つにはその根っこにある理由を探らなきゃならない。確かに我々は月の狩人のことをあまりに知らなすぎる。もしクータルが提供した情報がなければ我々はワイルドハントの本体が誰かすら。でもどこを探したら月の狩人の情報をゲットできるんだろう。機械いじりじゃミス一つしない子がそんな安直な結論を出すとはね。姉さん、なんでここに？セピュロス騎士団の人が大口取引をするから待ち合わせ場所に来てほしいって手紙をよこしてくれたのさ。でも今の状況を見るとどうやら違ったようだね。ネフェル、そのは忘れてくれ。待ち伏せに失敗してから俺は月の狩人に対抗する術を考え続けてきた。
この状況を乗り越えるにはナドくらいの勢力が力を合わせなきゃならない。そうなると非分の館の協力は不可欠だ。だがお前を俺たちの陣営に引き込むのは至難の業だろう。だからちょいと強引だが。待った、ネフェルはどうやってここを知ったんだ？さっきここは騎士団の集合場所って言ってたよな。北の大陸情報網の人との待ち合わせ場所とも言ってたし。誰がナドくらいの足がかりを騎士団のために作ったと思ってるんだい？私の組織なんだから、その待ち合わせ場所当然だろ？こいつが北の大陸情報網のボスだ。彼女が握ってる情報は数えきれないほどあるぞ。おべっかはそれくらいにしときな。何やら面倒ごとに巻き込まれたようだね。なるほど、想像以上にピンチってわけだ。気分の館を代表してみんなの幸運を祈ってるよ。自分は関係ないとでも言いたげだな。関係を持ったら何かいいことでもあるの？そなたが絶対に必要だと言ってもか。へえ、そう。じゃあそれ相応の報酬を用意してもらわないとね。この問題を報酬という観点から測るのは私のやり方ではないが、そなたと私では考え方が大きく異なる。どうしても報酬が欲しいというのなら私が出そう。ほんとしつこいね。でも残念。私の知る限りあんたじゃ依頼料を払えないよ。危ない仕事であればあるほど報酬も高くなる。英月士の手当は決して多くないだろう。姉さんと相談があるんだけど、足りない分はあたいの給料から出すことじゃ月の狩人と戦う目にあったんだ。もしこの子が助けてくれなかったら、あたいの魂は地脈を流れて姉さんとも永遠にさよならして、できるならやっぱり助けてあげたいんだ。だから貸しを作るなって口酸っぱく言ってきただろ。この世で一番返しづらいものなんだから。不幸は人と人が出会うところから始まる。しょうがない、今回だけだよ。次はないからね。フリンズ、月の狩人の破片はまだ持ってるかい？もちろんです。貸しな。月の狩人に関する情報を探ってみる。でもあるのか？シー、これ企業秘密なんだ。誰にだって人には言えない秘密が一つや二つあるもんさ。俺にも身に覚えがある。ま、とりあえずネフェルが月の狩人の情報収集をしてくれるなら安心だ。さて最後は月の狩人のか乱だ。俺たちの行動には要する。誰かが月の狩人の足止めをしないとならん。この件俺は絶対に参加する。他にやりたいやつはいるか？僕がお供しましょう。お供しましょうじゃないよ。ここは任せて。もう方法は考えてあるから。イネファが月神姉鎮の空爆をスキャンしたんだ。それを元におとりを作るから、一緒に車掛け工房に来てくれる？おとりが完成したらナドくらいにばらまくの。あ、けど一箇所にとどまりすぎるとさすがに怪しまれるだろうから注意。そりゃすごい発明だな。これくらい。よし、じゃあ3部隊に分かれて行動しよう。任務を終えたらここに戻ってきてくれ。解散だ。